こんにちは、作曲家の夏見るいです。私はアニメとかドラマとかゲームの劇版とか BGM を主に作ってる作曲家です。でね、ちょこちょこコメントとかでどうやって専業で音楽を仕事にできましたかとか、どんな経歴で今に至ったんですかみたいなことを質問してくれる人がいるんですよ。それって結構パーソナルなことだからみんな興味ないんじゃないかなと思って動画にしてなかったんだけど、興味あるなら聞くっていう感じで、私はね、遠慮せずに生きるっていうのをテーマにしようと思ってるので喋ります。最後まで見てもらえたら嬉しいです。ではどうぞ。突然ですが、今日はベースの弦を茹でながら話していこうと思います。死んだベースの弦をね、茹でると復活するっていう都市伝説があるんよ。最後に検証音源も載せておきます。まずね、私は音高も出てないし音大も出てなくて、普通の4年生工業大学を出てます。楽器はね、4歳の時からピアノやってたんだけど、あんまりね、88件ある難しい楽器を毎日練習するっていうことができなかったですね。でも子供の時のピアノの習い事を好きだった人の方が多分少ないよね。どうみんなやってた人。でもね、今思うと下手だろうがピアノやっといてマジでよかったなって思う。で、ピアノはそんな感じであんま盛り上がんなかったんだけど、母親の影響でゼッペリンとかボンジョビを知る機会が小学生の時にあって、もうそれがね、本当に雷に打たれたみたいな衝撃を受けて、こんなかっこいい音楽あんのみたいな、全然こっちの方がやりたいんだけどって思ったなんか好きな音楽のジャンルってさ、育った環境とかじゃなくて多分生まれつきですよね。そんで高校は軽音部があるところに絶対行こうと思って、実際軽音部がある高校に行きました。で、ガンズみたいなバンド組もうと思ってましたね高校生女子日本人だけど、高校3年間はギター弾いてて、ボンジョビとか80年代90年代ぐらいの音楽ってギターヒーローっていうのがいて、バンドでボーカルの次に目立ってるのってやっぱギターだし、音的にもメインなんだよね。だからギターにしましたね。親と音の水楽器がいて、下倉楽器に置いてあった赤いヤマハの4万ぐらいのギター買ってもらいましたね。この頃がね、一番純粋な気持ちで音楽が好きだったかもしれない。親が寝静まった1時とかにリビングに降りてきて、スペースシャワー TV と MTV をひたすら見てて、MTV って洋楽の MV とか永遠流してくれてるので、そこで情報収集してた。世界にはこんなにかっこいいバンドがいっぱいいるんだみたいな。ハマってたのはメガデス、レイジャーゲンストザマシーン、リンブビズキット、マリリン・マンソンみたいな必修科目のところにハマってた。ボンジョビの1990年の東京ドーム公演の DVD とか見て、生まれてくるのちょっと遅すぎたとか思ってたねもう全盛期のボンジョビ最高なんよ。ちなみに周りはね、ラッドウィンプスとか聞いてたわ。そんなんだけど、一応進学校だったからほぼ全員大学に行くみたいな高校だったんですよ。で、その時は音楽でプロを目指すとか、自分とは違う世界の人たちの話だなと思ってて、だから選択肢になくて普通に4年生の工業大学に入りました。パソコンが好きだったし、科学よりも物理の方がまだマシだったから、プログラミングとかする情報系の学科に入った。なんであえて工業大学行ったかっていうと、コナンの灰原哀みたいな理系でクレバーな女がかっこいいって思ってたんだよね。コナンの天国へのカウントダウンという映画があるんだけど、それでビルからビルに車で飛び移るっていうシーンがあって、愛ちゃんがビルの間は60メートル、隣のビルとの高低差は20メートルってところね、20メートル落下する時間を求める式は G を重力加速度とすると T イコールルート G 分の 2S、 これを解くと 2.02 秒ねみたいなことを言うんだけど、子供の時めっちゃかっこいいって思ってたんだよね。あとは国語より数学のがまだ成績が良かったからっていうのあるね。この頃から夢見がちな片鱗は結構あったね。でさ、高校卒業してから大学入るまでって空白の数ヶ月があるじゃん。この時間にバンドを外でも組みたいなと思ってて、軽音部に入ってる人あるあるだと思うんだけど、外バンって言って軽音部の中以外で外でバンド組んでる人はなんかすげえみたいな感じがあるんですよね。あの子外バン組んでてライブとか結構してるっぽいよみたいな、すごいみたいな感じがあって、私も外バン組んでみたいって思ってたから、どうやって知らない人とバンドって組めばいいんだろうって19歳ぐらいの時思って検索したら、With9 っていう綿棒サイト出てきたんですよね。これ With9 って多分私と同世代の人が聞いたら超懐かしいと思うんだけど、メンバー募集記事を投稿できる綿棒サイトっていうのでメンバー探すっていうのが結構主流だったんですよ。
メンボサイト見るとカルチャーショックで、思ったよりプロ目指してる人めっちゃいるんですよ。そういうリスクあることに踏み込もうとしてる人ってこんなにたくさんいるんだっていうことに衝撃を受けて、じゃあもう自分も絶対やってみたいと思ったんだよね。まだボンジョビみたいなバンド組むっていう夢を捨ててないからさ。でね、その With9 の記事で、地元一緒でプロ志向で好きな音楽ジャンル被ってる同世代いないかなみたいに探したら、ヒデ、ディル・アングレイ、マーケル・シェンカー、コーン、ルナシー、スリップノットみたいに書いてあるバンドあって、もうこれ私のこと呼んでますねぐらいに思って応募してみたんだよね。入ったらゴリゴリのビジュアル系バンドだったんですけど、あとギター募集してなくてベース募集って書いてあって、私ベース弾いたことなかったんだけど、この時点でなんかギター弾ければベース弾けんじゃねみたいなマインドで応募しましたね。10代ってさ、基本的にメンタル強いよね。怒鳴られたりしても普通に帰ってくればいいかとか思ってた。みんなもあるでしょ、こういう10代の信じられない自分の行動みたいなやつ。そのバンドはどんどんビジュアル系の方向に行って、最終的に都内の鹿鳴館とか新宿ホリデーとか高田馬場エリアとかビジュアル系箱って言われるところにバンバン出始めるんだけど、その時のメンバー大好きなんだけど、私の中ではギリ黒歴史ですね。東急ハンズで白い羽、ショエル羽みたいの買ってきて、それに血のりつけて背負ったりしてましたね。打天使になりかけの天使みたいな。で、天使の羽を背負っててベース弾くから、天使の羽横にずれるみたいな、なんかそういうあんま気にしてなかったけど、気候の数々でしたね。でもね、対バンさんもランドセル背負ったりしてたから、それぐらいじゃ全然普通だったんだよね。その血のついた羽みたいなの持って大学行ったりしてたね。この前実家が大掃除した時にその血のりついた羽出てきて、これゴミに捨てんの恥ずかしいんだけどって言われたわ。ゴリゴリバンド活動しながら大学も行くみたいなことずっとしてた。でもね、よくあるバンドの方向性の違いみたいなのが出てきて、思ったのは、メンボサイトで集まると友達障害とかじゃないから、もう本当にランダムな価値観を持った人が集まるんだよね。地元の公立中学校みたいな感じね。なんか解散しちゃったんですよね。その時全然懲りてなくて、まだ全然バンドで売れたいと思ってたから、すぐガールズバンド組んだ。なんかガールズバンドの方が売り込みやすそうとか思ってましたっていうのは、ビジュアル系バンド組んでたって言ったじゃん。ビジュアル系って基本的にメンバーは男性でお客さんが女性っていう構図なんだよね。だからメンバー側に私みたいな女がいるとちょっと嫉妬されたりとか、なんかやっぱりあんまり居心地が良くなかったんですよね。あとはこのバンドが売れてきた時って私排除されるかもなってちょっと思ってたんだよメンバーは優しくてそう言わないと思うんだけど、プロデューサーとかに言われそうだなと思ったんだよね。この女の子いない方が多分売れるわみたいな、そういうのあるじゃないですか。切り捨てられそうだなっていう不安がずっとありながらやってたから、もう今度はガールズバンドやろうって思った。ガールズバンドね、普通に大喧嘩とかもしたんだけど、めっちゃ楽しかったです。今思うと。大学行ってたんだけど、スタジオ週2でライブが月2ぐらいだった。だからメンバーとはね、月に10回12回ぐらいは会ってるんだよね。ちょっと女子校みたいな雰囲気もあり、めっちゃ楽しかった。メンバーのいいところも悪いところも熟知してるっていうか、いいよね、そういう仲間みたいなやつ。バンド活動ってほんと大変だけどめっちゃ楽しい。その時のメンバー誰も今音楽続けてなくて結構悲しいんですけど、そのガールズバンドもね、武道館行くぞみたいなノリでやってました。親とかはね、ドン引きしてたわ。で、準備期間とか含めて1年半ぐらいやってて、バンドマンと大学生の二足のわらじはいいんだけど、考えなきゃいけないタイミングが来るじゃん。就活ですよね。私の就活してた時期ってすっごい就職難だったんだよ。みんなが小説読むか分かんないんだけど、浅井亮の何者っていう直木賞を取った作品があるんだけど、ちょうどこの頃の就活生を題材にしてて、何者でもないただの就活生が自分の名刺とか作って企業に渡したりするんよ。私こんなボランティアやってましたとか、留学してこんなこと学んでますみたいな薄っぺらい経歴をもう何倍にも膨らまして一生懸命自分をアピールするみたいな感じなんだけど、もうほんとみんな必死でしたよ。先輩とかでも就職浪人してる人とかいて、そんな空気感だったから、なんか就活しないと終わるかもみたいなってなんか思って就活するんだよね。でも一応音楽系じゃないとバンドに還元できないなと思ってたんで、楽器屋さんを多分募集してるとこ全部受けましたね。で、私社会不適合なところが結構あると思うんだけど、面接はねめっちゃ得意だったんだよ。この当時就職難だったから7次面接ぐらいまであって、圧迫面接あるし逆面接とかあるし、
例えばね、自分のことを野菜に例えてアピールしてください、はいどうぞみたいな急に言われて、どもってるとすぐ落とされるんよ。だから私はキャベツだと思いますみたいな、喋りながら着地点考えるんだよね。身が大きくて何回でも楽しめます、中に行くほど新しい自分が出てきますみたいな。そうすると、キャベツっていうのは芯がないですけどその辺どうなんですかとか言われて何だったんだろうあの時間。今思うとちょっと面白いなって思うんだけど、まあいろいろあったんですけど、まあ面接得意で、受けた楽器屋さんは多分全部受かったと思う。もう実際の仕事は始まらなくていいから競技面接みたいなのとか参加したいわでその中でも一番社員さんがロックとか好きそうだな、軽音楽っぽいなっていう楽器屋さんに就職しましたでもね、これがちょっと間違いだったんよね。結局ね、7ヶ月ぐらいで辞めちゃって、めっちゃいろんな人に迷惑かけたんだけど、間違いその1がバンド活動する、作曲するっていうことが好きっていうことと、楽器を売るのが好きっていうのは全然違いますね。大きくくくると同じ音楽なんだけど、全然スキルとしては別物で、この前読んだね、八木さんっていう方が書いてる世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう30万部ぐらい売れた本書いてあったんですけど、サッカーをやることが好きだからサッカー用品を売っているお店で働くっていうのは絶対やめた方がいいみたいな、確かこういうようなことが書いてあって、要はね、サッカー用品を売るのに必要なスキルって接客とか商品知識とか、あとは小売店だから細かい数字の計算とか棚卸しの細かい作業とかが得意で好きかどうかが大事じゃん。サッカーをプレイするスキルなんて1ミリも求められてないじゃん。これと同じことで、音楽系の会社の正社員だったら楽しくできるし役にも立てそうみたいなのはマジで甘かった。あと2個目の失敗ポイントが、プロ志向のバンドと正社員の両立が私には無理だった。他のみんなと私のスケジュールが合わないから深夜練とか結構入ってて、深夜練の時は午前10時ぐらいから夜の8時ぐらいまで仕事して、夜の11時から朝の4時までスタジオ入って、始発待って、始発で会社の近くの満喫泊まって1時間ぐらい仮眠してお風呂入ってまた会社に行くみたいなことを週1でやって、空いた時間は作曲したりとか練習したりとかしてたら、なんか体重も38キロぐらいになって、なんかだんだん病んできたんだよねあとはさ、就職してる人だったらわかると思うんだけどさ、正社員1年目って勉強しなきゃいけないことめっちゃあるじゃん。ただでさえ足引っ張ってんのよ。商品知識足りてないし、一気に覚えることめちゃくちゃたくさんあるので、楽器屋さんって私がいたところはだけど、正社員は売上の順位が出ちゃうんですよね。新入社員何位みたいな。だから結構シビアだし、本当だったらそこに 100% 力を注がないと全然ついていけないような世界なのに、そんなね、徹夜とかで仕事行ってさらにミスするわけですよ。バンドにも迷惑かけてる気がするし、会社にも迷惑かけてる気がするってなんか思って7ヶ月で辞めました辞める時がめっちゃ大変だった。なんか何でも入るよりも辞める時のが大変な気しない？親ともね、めっちゃ揉めましたね。まあでもごねまくって説得して会社辞めて、フリーターでバンドやることになりました。辞めた時はね、今の100分の1ぐらいの思考力しかないから、よっしゃーみたいな、これからバンドに集中するぜみたいに思ってたわ。でもね、この後事件があるのよ。バンドをね、長く続けるって本当に大変。私がメンバーと喧嘩したりとか、そう、私初見だと音工でおとなしそうとか言われること多いんだけど、ピアノやってそうとか、なんかね、そんなことないんだよ多分。結構なんか言われたりすると、そっかそっかそうだよねってならずに、なんだとこらーってなっちゃうんだよね他にもね、いろんなやばい出来事があってゲームのタイアップとか決まってたのに活休しちゃうんですよね。でそしたら私、あれ無職だってなって、あれ夢もないフリーターだってなっちゃった私のこの先を聞きたい人はチャンネル登録して待っていていただけると嬉しいです。なんか思ったより長くなっちゃったからさ、需要があれば続き、この後どうやって音楽で食えるようになったのかみたいな話をしようと思います。じゃあね、全然今日の話と関係ないベースの弦を茹でてるやつなんだけど、死んだ弦を茹でると本当に復活するのかっていう検証動画やってみたいと思います。ではどうぞ。
多分ね茹でない方が良かったと思うみんなもそう思わない？新品の弦って灰が強めに出ててだんだん灰削れてくっていう感じだから、茹でることによって灰が復活するのかなって予想してたんですけど、逆に灰なくなったよね。あと同じように弾いてるんだけど、なぜか茹でた後の方が音量がちっちゃい。これは惜しいね。ベースの弦ってさ4000円ぐらいするから、茹でて復活するならワンチャン結構有効な手段なのではとか思ってたんだけど、聞いた感じね多分茹でない方がいいわという結論です。またねー。